皆さん、こんにちは。かなです。こんばんはっていうとこだった。最初から、カミカミでございますが、今日も、FF16、6回目の配信、始めていきたいと思います。それでは、ですね、音の確認してから始めたと思います。やばい。今日めっちゃ噛みまくり。いつも以上に噛みまくり。ちょっと土日挟んだせいですね。土日たった2日間挟んだせいでこうなります。ちょっとお待ちください。ちょっとゲーム音。出てないか声。ちょっと待ってくださいね。あ、声入ってない。あ、聞こえた。ちょっとお待ちくださいね。大丈夫かな。お、あれちょっと待ってくださいね。声が入ってないか。あ、大丈夫だ、大丈夫。大丈夫ですね。声大丈夫ですね。ゲーム音も大丈夫ですね。はい、すいません。ちょっと確認に時間かかっちゃいました。OK。ちょっとだけお待ちくださいね。すいません。よし。OK。はい。それでは、お待たせしました。今日も月曜日ですね。はい。今週もやっていきたいと思います。めちゃめちゃ待ってました。土日中ね、本当もうやりたくてうずうずしてたんですけども、本当今日楽しみに待っておりました。前回までのちょっとおさらいなんですけども、前回ね、この主人公クライブは弟の敵討ちのために火のドミナントを探してたけども、なんと自分が火の召喚獣だったっていうことを知ったんですよね。で、彼は、イフリートでした。ただ、謎のそのもともと追ってたローブの男、彼もやっぱり他の人たちから火の召喚獣っていう風に認識されてて、一体彼は何なのか、マルガラスという名前のね、なんか見た目は男の子だったんですけど、彼も何かの目的を持って旅をしてるのか、なんか各地を巡ってるのか、ちょっと謎が謎を呼ぶ回ですが、前回でした。で、あと一歩のところで彼をね、のところに行けなかったので、たどり着けなかったので、今日も、そのマルガラスを探しに、外に出たいと思います。で、ジルが復活したんです。ジル。はい。フェニックスゲートへ行きましょう。あの日起きたことを私も知りたいの。うん。そうです。私たちの目的地はフェニックスゲートで、今日の目的地ね。で、マップのスリーリーズ湿地からフェニックスゲートに行くというのが、今ですね。はい。スリーリーズ湿地、ここ行きたいと思います。ふぅ。来たぜ。FF の世界へ。GO。大人になったね、ジルね。昔の面影はそのままだね。13年も経つのね。この風、青草の匂い、本当に久しぶりだ。一度も戻ってないの？ああ、ジルの声が凛としてんですよね。西条なの賢さが出てる声に。とても抜け出せなかった。そう。ジルも辛かっただろうね。戻るのが怖かったんだ。クライ
でも戻った。来たね、帰ってきたね、2人とも。ジルはロザリア公国の君と一緒に。国王の子ではなかったんだよね。兄弟のようにクライブ、ジルとあとジョシュアと共に育ったけど、ジルは本当の兄弟じゃないんだよね。でジル行こうか。ハルポクラテスさんのこう記録でジルの情報を見たんだけど、ジルがどっから拾われてきた子なのかっていうのはちょっと書いてなかったと思います。先の高台にある。まずはそこを目指そう。あ、そうだ。そろそろ人も増えてくるわね。マーさん。ベアラーの刻印が目立つかもしれない。しばらくの間、俺はベアラー兵、ジルはその主ということにしよう。なるほどなるほど。そうだね。そしたら違和感ないもんね。他の人から見てもね。こんちゃーす、こんちゃーす。今週も皆さんよろしくお願いします。皆さんいらっしゃいませ。皆さん、ごめん、そうだ、そうでしたね。お、マーサの宿のお話をしてるね。なんだろうこれ、鹿のような、これあれじゃないですか。アシタカが乗ってた。待って魔物だったんこれ。普通のなんか野生の動物かと思ってたらいきなり襲ってきてびっくりした。オッケー。やっぱトルガル頼りになるわ。あれかと思いました完全に。アイテム発見。結構魔物いるね。普通に黒の湿地帯ではないのに魔物が結構いる。なんか黒の湿地帯はあれですよね。このエーテルがこの地から出てるその魔力、エーテルがある周辺はこう栄えていて、国も栄えていて、で魔物もいないけど、そのエーテルが枯渇しちゃったその場所は黒の湿地帯と呼ばれてるらしくて、でその辺はね魔物が多く出現するみたいなので、ここは結構ね緑にあふれて、ロザリア公国のエリア内ですよね。でロザリアもマザークリスタル持ってるから魔物いなそうな。こいつもただの花じゃなかった。魔物結構いますね。さっきのなんだっけ、さっきの鹿みたいのは完全にアスタカが乗ってたヤックルみたいだった。はい、方向失いました。どこ行ったら、どこが目的地だったか。こっちか。こっち。道はこっちだ。はい、オッケー。今日もかなり進めました。そうですよね。やってらっしゃるんですもんね、FF16。この辺はもうじゃあやったところですかね。完成していたのかしら。ここはちょっとアイテム発見取りに行きたいと思います。アイテムちょっと目についたものだけ取りつつ、あとは多分クエストとかね結構ある感じなので、ちょっと手を貸してくれ。クエストをやるついでにアイテムもちょっとゲットするみたいな感じで、基本メインをメインストーリー進めていきたいと思ってます。ようやく頼れそうな人が来たかと思えば、よりによってベアラーとは。なめんなよベアラー。頼める相手がいるだけいいか。人様のベアラーを使うのは気が引けるが仕方ね。まさかイフリートの化身だとは思ってないでしょうね、彼は。見ての通り、俺の馬車はありさまでな。チョコボたちが大事な積み荷を狙って群れてきやがった。なんか食べ物が入ってんのかな。先に届けたいんだが、ここを離れるわけにもいかなくてよ。そこでだ、この先のマーサの宿までひとっ走り荷物を届けてもらえないか。ちょうど行くとこだったんですよ。もちろん
手伝います。分かった。荷を預かろう。ありがてえ。こいつがベアその荷物だ。ラーなのに結構普通に馬屋番に渡してほしい。笑顔で話しかけてくれるので、この馬人は。屋番からの報酬はそのまま受け取って構わんからな。あんたの主人に礼だと言っておいてくれ。それじゃよろしく頼むよ。クエスト腹ペコチョコボにご用心。あの鹿は素通りしようと思えばできるよ。なるほど。私がちょっと近づきすぎちゃったのね。マーさんの宿まで、荷物を届ける。はい。馬小屋にいる人って言ってましたよね。何が入ってたんだろう、中に。チョコボとは、コミュニケーションは取れなさそうだ。よし。じゃあちょっと目的地まで一っ走り行きたいと思います。敵もね、魔物も結構うじゃうじゃいるけども、目についた、いや、これ。目についたアイテムだけ、ちょっと基本取りつつ、目的地へまっしぐらマーサの宿しま。ますであと一息だ。早いね、早いね。これはロザリア公国の兵？ベアラー兵だ。上に知らせておくか。いや、主でも人が、ついてる。今ほっとけ。そうだよね。全部聞こえてるぞ。あんたが馬屋番か。ここね、行商に頼まれて馬屋番。荷物を届けに来た。意外に近かったね。預かった荷物を渡しましょ確かにう。クライブ、もっと笑って。笑ってよ。ベアラーに荷物を預けるなんて。まさかあの行商に何かあったのか。怪しまれるぞ。馬車がチョコボに囲まれていた。しばらく動けないだろう。なるほど、そういうことか。きっといつものように大量のギサールの野菜を積んでたに違いない。ギサール、チョコボの好物を積んでたのあれはチョコボのか。大好物だ。風が甘くて漏れた匂いに集まってきたんだろう。かわいい僕らの街ね。道じゃチョコボを使って荷を運ぶ。だから餌になるギサールの野菜もよく売れるのさ。節度を守ってればなる儲けほどね。れたものそういうことか、そういうことか。気づかなかったよ。少しばかり欲をかいたようだな。何にせよこいつは急ぎの荷物だったから助かった。あんたの主人にも礼を言っておいてくれ。私の主人、美人さんでしょう。ジルって言うんですよ。腹ペコチョコボにご用心。オッケー。クエストクリア。いい子だ。ジルついてきてる？ジルついてきてる？ジルいる？ジルいるね。後ろにいますね。よし、じゃあ、マーサの宿、一直線。もんなら魔物や野党が出てきやがって。ザンブレクの話してましたね。ここが、目の前にある家がマーサの宿ですね。ガムがこの宿の主人は仲間だと。話を聞いてみましょう。橋が壊れちまってんじゃ。あれこれロザリア公国？ここ。こんな感じだったのか。なんか、序盤ロザリア公国でしたけど、場所が。なんかちゃんと街は歩いたわけじゃないからね。マーサ、早速いました。女性だったんだ。なんか勝手に男性だと思い込んでた。女性亭主ですね。あなたがこの宿のご主人ですか？可愛いお嬢さんがベアラー兵なんて連れて私に何の用だい？できればロザリアで旅をするのに安全な道を教えていただければと。ここまだロザリア公国じゃないか。湿地帯だね、ここはね。今のロザリアで目立つことをすれば、たとえ誰のベアラーだろうとしょっぴかれちまう。そうなりゃ、あんたもただじゃ済まないよ。なら、なおのこと教えてくれないか。ガブからあんたを頼れと言われた。こっち。何か察したね。これは訳ありだなってね。すまなかったね。私はこの宿の女将をやってるマーサだ。
シドたちの協力者ってところさ。隠隠れ家にベアラー兵の新入りがいると聞いてたけど。あんたのすごいね。ことだちゃんと情報が結構タイムリーに言ってるんですね。どこへ行きたいって各地の仲間たちにフェニック。スゲートだ。どうしても確かめたいことがある。そうかい。なるほどね。宿屋をやりながら、駐屯兵が少ないイーストプール方面がいいけど、そちらへ向かう橋が壊れちまってね。イーストプール方面。私らも行き来ができなくて困ってるんだ。だけど修理しようにもうちの大工が戻ってこない。まったく困ったもんだよ。すごい綺麗な場所戻。ってこないってなぜです？さあ仕事に出て行ったきりさ。もしや途中で魔物に。だったら俺たちが迎えに行く。連れて戻り次第急ぎ橋を修理してほしい。いいとも。から行くしかないのかな。悪いけど頼めるかい？そっちのなんか別のルート行った方が早そうだけど、大工さんを探して、マーセさん、その方はどこへ？いなくなった大工さんも気になるだろうが、下の湿地へ向かったきりさ。湿地には魔物も多い。急いだ方が良さそうだ。そうしてくれると助かるよ。湿地に降りるなら門の脇にあるはしごを使うといい。うちの門の脇大工はにあるはしご。バーナードってやつだ。無事なようならそのまま橋の修理に向かうよう伝えておくれ。バーナードさん、あ、これもクエストね。イーストプールに続く橋を修理してもらうために大工のバーナードさんを探すと。FF16 って、序盤だけでも FF、他の FF と違って結構重めの描写多めっすよね。確かに。序盤のちょっとね、お父さんが、ちょっとね、やられちゃうシーンだったりとか、食べ終わったらそろそろあれ行こうか。どっから出る？あ、ここか。ちょっと2階も見て、あ、2階、ちょっとマーサさん、2階なんかなかったかな？ちょっと2階見ていいですか？どうなってるのか。部屋とかは入れないのかな？部屋入れないね。そう、序盤ね、かなり衝撃的シーンが多かったですよね。お父さんがやられるシーン、あとジョシュアが暴走して、ジョシュアがそしてやられちゃうと。まあ、クライブがやったのかどうかはちょっと私は怪しいなって思ってますけどね。違うんじゃないかなって。門の脇にはしごがあると言っていたな。これか。この辺りか。これですね。ちょっと降りていきたいと思います。あとなんだろうな。この時代としては当たり前なんだと思うけど、やっぱり、あんまり変なことすんなよ。何？フェニックスの力を持ったドミナントであるその次男の方がお父さんじゃないね。この先だ。行くぞ、ジル。なんだろう、お兄ちゃんであるこのクライブよりもなんだろう、こうすごいとされてるこの世界観で、そのなんかクライブの心情でも、クライブはめちゃめちゃいい子だから、なんか弟のくせに俺よりもなんかみんなからホイホイされやがってみたいなことは、ね、全然思ってる感じはなかったけど、なんかでもそのクライブのなんだろう、弟を守らなきゃっていう気持ちと、クライブは気にしてたかどうかわかんないけど、なんか お母さんから愛されてない感じとか、なんかその辺もね、結構ね、こうしんどいシーンでしたね。クライブの気持ちを考えると。ありがとうよ。おかげで助かったぜ。もしや大工のバーナードさんでは？バーナードさんそこで見つけられたじゃん。お嬢さんたちは何者だい？よく生きてたね、一人で。よく耐えたね。迎えに来ました。そしてすぐ帰れそうな距離感だけど。橋脚の点検を終えて一息ついてたところを魔物に絡まれたよんだ。かったよかった、間に合って。あんた方が来てくれなかったら俺は今頃おっちんでたよ。おっちんで、おっちん、ご無事でよかった。おっちんでしたか。よかったよかった。マーサにも心配させちまったな。
イーストプールへと抜ける橋を修理するようマーサさんから伝言を預かっています。おっといけねえ。さっさと直せって言われてたんだ。大変だね。急いでなんか仲間はいないのかな。大工さんはこの辺りではこの人だけなのかしら。結構壊れてて時間かかりそうだけど、そんな一日そこらで一人で直せるなんかこう規模じゃなさそうだが。私たちもイーストプールへ急いでいたものですから、帰ったばかりなのにありがとうございます。本当ありがとうございます。疲れてるだろうに魔物に襲われて。お嬢さん、あとベアラーの兄ちゃんも。俺もシドやマーサと付き合いが長い。あいつらの活動のこと少しは分かってるつもりさ。そうなんだね。だからそうだったのか。俺は普通に接してくれるのね。マーサに報告だけしておいてもらえるかい？あ、分かった。こういうなんかこう大きな国と国の間で、これなんかローブの男？びっくりした。キーマンかと思った。ローブの男。普通にただの人でしたね。どっちから行ける？こっちから行けるかな？こっちから行けんのかな？行けそうですね。じゃあマーサに報告して、で橋が治るまでちょっと待ちって感じですね。マーサよかったね。大工さんおちんしてなかったよ。戻ったんだね。バーナードは無事だったのかい？ええ、今はもうイーストプールへの橋の修理を。ありがたい。やれやれ、よかったよ。魔物に襲われていたが幸い怪我はなかったようだ。北の黒の一帯が広がってるのか。ここらも最近は魔物が増えてきてね。今度からは傭兵に同行させるようにするよ。ありがとう、あんたたち。大したことはできないけど、橋の修理が終わるまでうちで少し休んでって。ありがとう。ご飯が美味しいって聞いたんですけど、それじゃお言葉に道中でご飯が美味しいって聞いたので、ご飯をぜひいただきたくて。クエストコンプリート。ちょっとじゃあマーサさんのお家で休んで、橋が修理されるのを待つっていう感じだね。エールでも一杯どうだい？ありがたい。ザンブレクさんだけど。いや、結構。そういう気分ではない。この宿場はベアラの数が少ないようだ。目立つかな？あまり見かけないわ、この辺りで。広告の測量になって何かあったのか。小声で話してる感じだね。あんまりね、周りに聞かれるとね、ちょっと良くない話ですよね。クリスタル不足を補うためだ。オリフレム？初めて出てきたワードか。ドレイクヘッドからのクリスタル採掘量を削減してるって話でね。その影響で畑ら民草へ配給も少なくなってたんだが、今度はクリスタルなしで労働できるベアラまで取り上げられるようになっちまった。なるほど。ザンブレク公国はベアラをひどく扱ってきたけど、ここも測量になってからは同じさ。ここにいたベアラーはザンブレク公国に取られちゃったっていうことなのね。赤ん坊はどうしたんだい？聞いてちょうだい。恐ろしいことにベアラーだったの。おぞましいったら。まあ、なんてこと。お役人には届けたの？すぐに軍で処理してもらったわ。今日はその帰り。お母さんでしょ、実の。気が気じゃなかったんだから、何か悪いことが起こるんじゃないかって。そう、でも処理が済んだのなら一安心ね。もうなんか処理と言ってる時点で人として、ちゃんとした弟が欲しい。人としてもうきっとそのうちにね。それまでいい子にできる？どう？扱われてないんだね。みんな人って思ってないんだね。
信じられないかい？エルウィン様が治めていた頃のロザリアではベアラーはここまでの扱いを受けなかったものね。そうだよね。クライブも普通にでもこれが接してたし。私たちの当たり前なんだよ。これを近くの修道院に届けてもらえないかい？すごい世界だな。あんたたちはあそこでしっかりと現実を見た方が良さそうだ。やばい、なんか衝撃すぎて誰に届けるって言ってました？マサ。修道院というのは？修道院？悲しみの入り江にあるグレードモン修道院だ。あそこの院長とはちょっとした知り合いでね。悲しみの入りマーサからの届け物だと言えば通じるよ。悲しい名前です。分かった。クライブがなんかちょっとどことなく元気がなさそう。そう、なんかね、なんだっけ、シドの隠れ家にいる、記録取ってくれるおじいちゃん、ハイポクラテスさんみたいな、ハイポクラテスさんで合ってるかなのね、記録でね、見たんだけども、なんかこの世界では、やっぱアベラーじゃないね。ちょっと待って。前回の配信でアムラーとか、なんか言ってたら、ちょっとわかんなくなっちゃってた。ベアラーですね。ベアラーとして、生まれた子はね、やっぱ奴隷として、もうベアラーは奴隷扱いですから、こっち？どっちから行けばいいんだろう。下からこっちから行ける？こっちから行くのかな？ちょっと待って、どっちから行けるんだろう。なんかね、赤ちゃんが生まれた時点でもう検査するらしいんですよ。あっちか、どっから行けんのかな？ここ下降りて行けそうだな。下降りて下から行けそう。涙の入り江修道院ですよね、目的地。グレードモン修道院へ向かう。下から行けそうだよね。ちょっと下から行ってみようか。そう、赤ちゃんの時点でもう検査されて、ベアラーかどうかの。で、ベアラーだった場合はもう即奴隷。ベアラー認定されて即奴隷。なので、こっちから行ける？行けない？こっちから回っていけなさそうだな。下から行けると思ったけど無理そうだ。あっちになんかアイテムあるけど、ちょっと一旦無視して。ごめんなさい、ちょっと上から行ってみたいと思います。マーサ、生き方多分言ってたよね。ちょっと衝撃すぎて、なんか生まれたばかりの自分の赤ん坊、まあそんな世界もちろんこの現代には存在 しないじゃないですか。なんかすごい衝撃的すぎて、さっきの話が。どこから行ける？こっちか。生まれてばかりの自分の子供を検査してベアラーだったから、なんでこんな生まれたのって。弟もお兄ちゃんも人が生まれたってだから思ってないってことですもんね。あれなんだこの人は。落ち着いた露天商。ちょっと話してみよう。あ、商人さんですね。ちょっと待ってね。なんかあるかな。ちょっと良さそうなアイテムがあれば買いたいが、これ同じだね。これも同じ。この辺持ってるから、いらないか。あ、なんだこれ。あ、ロザリアの余韻。楽譜がありましたね。めっちゃ高いな。高すぎて買えんな、今の私には。2000ちょいぐらいのギルしか私持ってないんだ。ちょっともっと魔物倒したりしないと。今は何も買えなさそう。いらっしゃい、安くするよ。ここ？あ、これで下に行けるのか。すごい立派なエレベーター。ちょっと怖いね。知っていたつもりだったけど。処理
ってよかった、かベアラーというだけで簡単に我がことを思わなくなるなんて。私たちベアラーのこと何も分かってなかったのね。そうだあ、な。ちょっとアイテム取りたい。私なんかそのハイポクラテスさんの備忘録で見たんですけど、なんかやっぱそういう世界観だからベアラーはもう、危な。これ魔物だよね。あれ、私が今倒した。私倒したなんだ。ベアラーはもうなんかもうこの世界では当たり前にもう奴隷としても赤ちゃんの頃からそうやってね、もう奴隷として認定されて生きていくわけですから、もうね、奴隷も誰も声を上げないんだって。助けてくれとか。こっちかな。チョコボじゃん。魔物かと思ったらチョコボだ。チョコボみたいな魔物もいるけど、ブルーバード。やっぱそういう環境でもう生まれながらにしてそういう環境だったら、でもどうなんだろう。生まれながらにしてそういうベアラーとしてね、生まれてそういう扱いをして奴隷の扱いを受けて生きてるって、なんで私はってとも思わないのかな。もう見えてきた。こっちでした。あれがマーサの言っていた修道院だな。オッケー、ちょっともうダイレクトに向かいたいと思います。悲しみの入り江ってなんでそんな名前になっちゃったんだろう。ちょっと名前の由来が気になっちゃう。綺麗な場所ですね、とっても。なんか開けてて山々に囲まれて何かご用で。緑がたくさん。あいにくここでの祈りは受け付けていないのです。すみませんね。マーサさんの依頼でお届け物が。なるほど。刺した。お二人ともこちらへ。結構至る所にシドの協力者ってシドのこうやってることに賛同して協力してくれてる人たちがいっぱいいるのかな。死にたくない。痛い。どうか痛み止めを。暗い、怖い。一人にしないで。ここにいますよ。大丈夫。やっぱりこの人たちは神様みたいな人はいるもんマですね。ーサがこれまで買い取ってきた捨てられようとしたベアラーたちをここにかくまっているのです。買い取ったんだ。彼らはもう長くはない。ここで石になって死んでいくだけ。石固まってる。どういうこと？石？本当に石になってるの？比喩じゃなくて？全身に石化が。これはベアラーが必ずたどる末路。全身が石化するまで生身のまま魔法を使うことを強いられ、動けなくなれば捨てられてしまう。私にもマーサにもこの現実を変えることはできません。だからせめて最後くらいは人らしく見とってやりたいと。
彼も自分の運命をあなたの魂が幸大きいものであれと知ってるのかな。心より祈っていますよ。安心を。ありがとう。修道士さんもね、何人も見てきただろうけど、こういう人を。本当にありがとうございました。彼らも少しは楽にいけるでしょう。でもそれでも悲しい、なんか目の前の人が石化して死んでしまったことに泣けるっていうのは、本当にこう親身になってこうお世話をしてるんでしょうね、きっと。宿場へ戻ったらマーサにまた二人亡くなったと伝えてください。マーサのところに戻るか。ええ、そうね。すごいな、なんか世界観だな。ちょっと待って、すごい悲しみの入り江だわ。あ、由来が分かった。これ後からついた名前なんだ、悲しみの入り江。なんか多分最初から悲しみの入り江って名前じゃなかったんだ、多分。でも修道士さんが修道院にこっちでいいの？こっちでいいんですか？帰り道。修道士さんが修道院にああやってこうマーサと共に賛同してくれる人にと共にベアラーをね、もう死にそうな瀕死のベアラーをかくまってあげて、でベアラーたちはもうああやってあそこで苦しみながら、でも魂はね救われるかもしれないけど、ああやって息を引き取っていくわけで、だから悲しみの入り江っていう名前になったんだね、多分ね。待って、帰りこんなとこ通ったっけ？私こんなとこ通った？合ってる？こんなとこ通った記憶ない。ジャンプしちゃうよ。亀の甲羅ジャンプしちゃうよ。あ、でも合ってる？私こっちから来た？合ってる？合ってるっぽいな。あ、馬小屋ここにもあるんだね。でもさ、あの人ありがとうって言えるだけですごいよ、ベアラー。だって生まれた時から誰の愛も感じずにいたわけでしょ。でもだからこそああやって人として自分を扱ってくれる人、怖かっただろうね、信じるのね。本当に信じていいのって、修道士さんのこととかマーサのことすらも。だって今まで生きてってそんなに優しくされたことないわけですから。最後にありがとうって言って、でも本当魂は救われたかもしれないね。修道士さんたちのおかげで。届け物をありがとう。いや、ベアラーの現実を見て衝撃でした。また2人亡くなったと。そう。少し話そうか。どうだい？現実ってのを見た感想は？何も分かっていなかったということを今更のように思い知ったよ。胸が苦しい。ベアラーはただ少し
人と違うだけだ。それなのに虫けらや化け物のように扱われる。これがおかしいって気づいた奴が動かなきゃ、いつまで経ってもイカれた当たり前のままなのさ。別にね、昔何かベアラーが大きな危害を加えたとかそういう事実があるわけじゃないんだよね。私にできるのは彼らを買ってかくまうことだけ。恐れたんだろうね、多分国がね、ベアラーを、力を持ってるベアラーを。書類の上では私の所有物だ。私の身分で手を出せるのはああいった先の短いベアラーくらいだけどね。悔しいけど。そっか、動けるベアラーは国の人たちが引き取ってっちゃうんだもんね。ザンブレック国王のね、人たちとかが。イーストプールへの橋が修理できたそうだ。あ、早い、超優秀な大工さん。バーナードさん。世話になったな、マーサ。優秀な大工さんですね。私そびれてた。こいつを見せれば私の仲間が何かと口を聞いてくれるはずさ。マーサの宿のマーサから信頼の証を受け取った。用事が済んだらまたおいで。組織としてよくでもできてますね。そうやってその証までこれを見せれば。クライブ様とジル様は何生きていたのね。お二人とも行ってらっしゃいませ。どうかお気をつけて。続なんだこれ。ロザリア公国の元住人ってこと？そうじゃない？だってさ、クライブのお父さんが行った時は、ベアラーは、ロザリア公国では、ベアラー、だって普通のまあね、いろいろ、召使い的な、立ち位置だったかもしれないけど、普通にもっと話してたし、普通に生活できてたわけじゃん？シド。あ、シドも来た。心強。だから、これか。だからこんなベアラーの扱いはおかしいって、外の国でのベアラーの扱いはおかしいって思ったんじゃない？マーサ。まあこいつは歴戦の勇者の証ってやつだ。気にしなくていい。かっこいいな。シドかっこいいぞ今回。いや、いつもかっこいいポジションだが、今回は結構ピカイチかもしれない。私の中で。旅に出るんだな。世話になった。よくしていただいて感謝しています。ありがとう本当に。でも絶対ここでバイバイっていう感じじゃない気がする。俺たちの邪魔さえしなければそれでいい。どこへでも行っちまえ。シド。ねえ。靴は寂しいのかな？俺が昔好いてた女が難儀な生き方をしていた。お前のように。救ってやりたかったよ。一度は救えたつもりだったが、それも所詮は俺の独りよがりだった。シド。ベネディクタのこと？それって傲慢なんだろうな。他人を救うなんてのはなんだかんだと言葉を重ねても結局はこっちの思いを押し付けたに過ぎない。伝わらない言葉っていうのはどんだけ発しても発していないのと同じだったってことさ。けどな、これだけは言わせてくれ。深いな。過去のお前をなかったことにするなよ。受け入れろ。自分を受け入れてやるんだ。自分を。きっとお前の生き方は
お父ちゃんみたいだ。これからも難本当に儀なんだろう。だから自分くらいは救ってやれ。なんかお父さん思い出すね、お前を本当の。救えるのはお前だけなんだから。なんかお父さんが生きてたら、お父さんもなんかこんな風に男としてなんかアドバイスしてくれそう。大人になったクライブに対あんたして。もいろいろあるようだが、こいつのことをよろしく頼む。ええ、分かったわ。それで最後か。うん。ばあさんのお使いはしまいだ。どやされる前に帰るぞ。じゃあな。グッズ、あんなに体大きいのにめっちゃ心がなんかこう優しくて可愛らしいところがいいですね。和むな。自分を、過去の自分も受け入れろか。ちょっと待って、ちょっとさっきのさ描写でわからなかったところがあるんですが、目的地はイーストプールへ向かう。北へどっちが、赤いマークがついてる方が北なんということらしいんですが、あ、ここね、ここ直してく、そうだ、こっから行けばいいんだ。今直してくれたのね、大工さんが。ありがとう、お礼を言おう。すごいじゃん、この短時間で。ありがとう、バーナードさん。うん、きっとまたどこかで会えるでしょう。だってシドの協力者ってことでね。この辺りは自然が残っているからな。住処を追われた魔物たちも増えているだろう。そうね。ちょっとアイテムは全部取ってるとちょっとねクエストとかやりつつ取っていきたいと思います。気になるけど気になる行きたいがちょっとまあ目的に向かってまっすぐ行きたいと思います。さっき気になったのがさっきのなんかこう修道士さんとのところかな。目的地道が人がいたちょっとトリガル戦ってるけど行こうか。フレドリック、そっか、戦闘入っちゃってるから戦闘入っちゃってるのでちょっとありがとう、トリガルやってくれた私がもたついてる間にトリガルがやってくれました。戦闘中だと話せないのね、人とね。ちょっと来てくれ。私にベアラーのマーク入ってるけど気づいてなかったのね、頬の傷に。参ったな。主の許可なしには。待てよ、そのブローチお前マーサーのそれならマーサーの証を、仲間の証を実は最近ブローチとしてつけてるのね。ブローチだったのか、それ。奴らの好物でおびき寄せて一気に片付けるつもりだったんだが、思いのほか集まってきてどうにも手に負えなくなっちまった。なるほど。黒の一帯に住処を追われ、この辺りまで降りてきたんだろう。まったく飢えた魔物を甘く見てたぜ。マーサに雇われたベアラーなら腕も立つだろう。この先にいる魔物を退治してくれないか。ミニクエストですね。オッケー、もちろん。私今ギルを貯めたいので、俺がそいつらを倒してくる。今すぐ買いたい武器とか防具とかは特にはないし、今でも十分そうだが、とりあえずね、今ギルがないので、ちょっとギル貯めれる時に貯めときたいです。奴らを退治したら俺の仲間に伝えてくれ。イーストプールへの橋の先にブライスって男がいるからな。それじゃ任せたぜ。この先に行けばいいのね。街道を砕け。とりあえずじゃあまあ先に進みながら OK 倒します。はい行きます。そこでいたよ。そこでクエスト終了できそうですよ。そうそう、ベアラーは
こう魔法をずっとこう生身でブライスというやつに報告するか。生身でこう魔法を使い続けることによって最終的に体が石化して死んでしまうっていう話、修道場で聞きましたけど、それって生まれながらベアラーとしてこう赤ちゃんの時研修を受けてベアラーとして判定された人のがそうなるってことなのかな。クライブはベアラーのマーク入ってるけど別にベアラーだったわけじゃないもんね。クライブは石化して死なないよね最後。そういう運命じゃないよね。それだけちょっと気になった。大したことなかったですよ魔物の数。こっちまで来れたのが何よりの証だ。見上げた強さだな。しかしフレドリクめ、魔物退治をベアラーにさせるとは、奴の起点を褒めてやらねえと。私がイフリートだと知ったらびっくりするだろうねみんなね。助かったってな。オッケーコンプリートコンプリートチャリンチャリン。オッケー。じゃあ目的地のイーストプール風車が回っているわ。あそこがイーストプールね。目指したいと思います。あそこの目の前の橋を渡っていく感じかな。あ、またヤックルいたね。ちょっとね近づかなければ戦い戦にならないっていうことだったので今回はスルーしていきたいと思います。すごい綺麗なところ。ここには幼い頃将軍と来たことがある。マードック将軍はご健在だろうか。マードック将軍。マードック将軍。そっか、どうなったか覚えてないのか。生きてないよね。燃え尽きたよね。わあ、すごーい。なんじゃこりゃ。飛び込んで泳ぎたいぐらい綺麗。ちょっと今の季節感がわからないけど、多分服装から、秋ぐらいなのかな。ほら、葉っぱも枯れてるし、枯れてるのは季節が秋だからじゃないかもしれない。もしかしたらちょっと北の大地からそのエーテルが枯渇してるっていう話だったから、そういう影響なのかな。大地に栄養がいってない的な。もしやクライブ様では。あ、私ハンナです。マードックの家内の。マードック夫人。マードック将軍の。やっぱり面差しがあの頃のまま。クライブ様もジル様もよくぞご無事でおられました。すごい美人な奥さんですね。ハンナ様、あなたこそ。ジル様。そうだよね。ちっちゃい二人をよく知ってたんだもんね。マードック将軍の奥さんなら。二人ともここで立ち話もなんです。大したお構いはできませんが、うちに上がっていらして。いや、どうなったの？今どうなってるの？ロザリア公国は。今の状況は。喜んで。ああ、いい人に会えた。しょっぱな。帰省してしょっぱないい人に出会いました。そうですか。あの日からずっと旅を。鉄王国の手から逃れるためとはいえ、幼いお二人だけで全部話したんだね。それぞれ奴隷にされてたことを。いや、いろいろありました。でもなんとか生きてここに。こうしてまたあなたに会えたのは幸いでした。しんどいよね。自分の国の国王の息子が奴隷のマークをね、敵国の奴隷のマークをつけてるなんて。
見るのしんどいよね。ハンナ様はずっとこちらで？ロザリスならクリスタルの加護を受けられるでしょうに、移られないのですか？あ、そっか。また勘違いしてた。ここまだロザリスじゃない。思い出がありますから。ひっそりと暮らせるのならそれで良いのです。移ろうにもアナベラ様は平民を受け入れないでしょアナベう。ラロザリはアがザンブレクの属領になってから、お父さんの奥さんですアナベよね。ラ様が奥さん皇室にだった入られて人と言からったらいいの全てがか。変わってしまいました。ええ、そうですね。私ったらクライブ様の前で。いいんです。おっしゃる通りですから。しかしマードク夫人、あなたは将軍の妻だ。貴族と等しい扱いを受けられるのでは？そう、ご存知ないのね。夫何がはあの日ああ亡くなりました。フェニックスゲートから戻らなかった。ああ、そうだよね。ああ、まさか将軍も。クライブ。彼が多分実の子、まあ実のっていうか、クライブ様お父さん、お彼も顔色がお父さんみたいな存在だったよね、旅の疲れでも出たのかしらきっとね、マードック将軍。今夜だけでもどうかうちで休んでらしてね。優しい。だってお父さんはさ、ずっとなんか、そのロザリア公国のその当時のね、国せっかく王部屋を用意してくでれたのに。すからね。いや、甘えられないさ。外で寝て明日のるのかな。朝にはあなたの着替えも用意してくだされって。ご好意に感謝しましょう。小屋で寝てるんだね。あれから13年だ。クライブが鎧を脱いでる。俺はとてもいい。血を吐いながら生きてきた。俺はジョシアに生かされたんだ。だからあいつの仇を討つと誓った。この手で火のドミナントを殺すと、それだけが生かされた意味だと思ってた。だが現実はどうだ。ジョシアを殺め、将軍も多くの人も。なのにどうして俺はまだ生きてる。私も同じよ。私が戦って多くの人が犠牲になった。大切な人もたくさんたくさん。本当は私、ダルメキアとの戦で死ぬつもりだった。え、耐えられなかった。自分を保てなくておかしくなってしまいそうで。そうだよね。こんな心が綺麗な人が兵器としてね、使われてたんだもんね。扱われてたんだもんね。ねえ、子供の頃二人で月を眺めたのを覚えてる？覚えてるよ。あの時メティアにかけた願いは叶ったわ。泣いてた時だよね。あ、あなたは生きてる。それにはきっと意味があるのよ。え、
そろそろ寝ましょう。ああ、大人になった。男女よ。もどかしい。はあ、落ち着け、落ち着け、私が落ち着け。二人は落ち着いてるのに私が興奮してどうする。はい、すいません。皆さん。ああ、いいシーンでしたね。ジル、あの時、本当に助かりました。幼き頃、星にかけた願いは、クライブが生きて帰りますようにだったんだね。若い頃のエルウィン様にそっくり。まさか父上のものが残っているとは。あ、お父さんの。太閤をお継ぎになる前はよく旅に出てらしたから、うちの人と一緒に記念に残していたものです。お役に立てたのなら何よりですわ。なんてことだ。本当運命的な出会いでしたね。ここで将軍の奥さんに会えるなんて。思い出の品だったのでしょう。お気になさらず、エルウィン様もお喜びでしょう。いや、そうでしょう。なんか受け継がれてそう。お父さんの魂が服に入ってそう。ちょっと心強い。お父さんが一緒に本当にありがとう。いてくれてるみたい。お世話になりました。いいえ、こちらこそ。まるで昔に戻ったようで、たとえひとときでも幸せでした。本当にどうかお元気で。お元気で。お二人に幸多からんことを。あなたもどうか元気で。本当にどうか元気で。今は一人で暮らしてるんだね。子供もいなかったんだね。将軍と夫人の間には。何があったんだろうね。なんかご存知ないのですねって部屋でさ、3人で話してる時に言ってって、なんだろう、将軍の夫人なら貴族として扱われ、同等の扱いを受けられるだろうにって言ったけど、ご存知なかったですねってなんだろうね。なんか奥さん絡んでる気がする。お父ちゃんの元奥さん。あの人もね、謎だからね。イーストプールの北門を出れば、フェニックスゲートに抜けるはずだ。オッケー。目的地はフェニックスゲート。どうぞどうぞ。あ、商人、ここにもいたのね。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。ちょっと待って。目的地はフェニックスゲートで、やっぱここ、故郷でいいんだよね。ロザリア公国。ちょっとなんかよくわかんなくなってたけど、そういうことでいいんですよね。ここ故郷ちっちゃくない？なんか規模ちっちゃくない？ロザリア公国。これ持ってる。あ、4250ギル。まだまだですね。まだまだですね。森林浴。楽譜が結構いろんな各地の商人さんのところで売ってる。ちょっと楽譜は集めたいな。コンプリートしたいな。で、シドの、隠れ家で多分流せるんですよね。そのお姿、殿下。いや、まさかクライブ様なのですか？みんな人違いだ。あ、なんで？ですが、それはハンナ様が大切にされていたエルウィン殿下のお召し物。お譲りになるとすれば、嫡男であられるクライブ様を置いて他に考えられませぬ。賢い風格のある老人。ただの老人じゃないね。やっぱり風格の。たちをお返しできる。どういうこと？ベアラーを返す？どういうことですか？イーストプールの村長と言ったな。先ほどの話を詳しく聞かせてくれるか？このイーストプールではロザリア公国からの命により行き場をなくしたベアラーたちを預かっておりました。彼らは13年前の戦乱、鉄王国が
ロザリアへ侵略した折に主を失った者たちなのです。避難民。なるほど。ええ、あくまで一時的な処置ということで、ことが落ち着き次第お返しするはずだったのですが、ロザリアがザンブレクの属領となった時の混乱で決め事もうやむやに。本来なら現在のロザリアを治めている属領総督府に返還するのが筋なのでしょう。ですが公国のベアラーの扱いを見るに切り出すこともできず、こうして預かり続けていたというわけです。なるほど。そういうことだったのか。そこでクライブ様、お願いがございます。引き取ったところでどうすりゃいいんだ。彼らを引き取ってはいただけませんか。彼らの中にはロズフィールド大公家に仕えていた者も多い。クライブ様が主となるのは本望でしょうから。悪いがそれはできない。今の俺には彼らを守ることなど。まあベアラーのマークもついてるしね、自分もね。勝手を申しました。今の話はお忘れください。しかしぶしつけながら一つだけご慈悲を賜りたく。俺にできることなら。九段のベアラーたちの中にエルウィン殿下を敬愛してやまない年寄りがおります。再び殿下を主にすることが叶わずとも、知ってる人かな。せめてクライブ様のお姿を、殿下によく似たそのお顔を見せてやっていただきたいのです。わかった。いいだろう。ベアラー思いのありがとうございます。村長さんですね。そのベアラーはいつもは村の井戸のあたりにいます。風格のあるどうか老人よろしくお願いいだからね、たします。この人は村長だったんですね。井戸の近く、陶器火のロザリア。井戸の近く、あ、すぐ近くですね。あなたはもともとエルウィン様によく似てるから、お年寄りのベアラーに会ってみましょう。確かにジルじゃなくてジョシュアよりクライブの方がお父さんにではありましたよね。なんかちょっとこう強そうな感じ。お年寄りの方はいないわね。あ、こんちくわ、こんちくわ。村長に約束した手前、会わずに出ていくわけにもいかないな。探そう。少し探してみるか。近くにいるかもしれない。この辺りで話を聞いてみましょう。知ってる人がいるかもしれないわ。なんか昔のロザリア、めっちゃ近くにいるじゃん。話を聞いてみる人ね。穏やかな男。おや、旅の方、何か用かい？私たち若い人を男の人ですね。探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたジル目立つね、こんなにね、可愛い子がそういや今日はうろうろしてたら。いつもならめちゃめちゃ目立つよ。井戸の横で料理の真似事をしている時間なんだが。真似事を？昔ロザリス城にいた頃、調理場で働いてたんだと。よく太閤様にお声掛けいただいたと口癖のように言ってたよ。合ってる人かな。幻のような話さ。ベアラーに声をかけるなんてザンブレクの元じゃありえないことだ。そうですね。そうだね。じいさんならきっと村のどこかにいると思うぞ。そう遠くに行ける体でもないからな。お父さん自らベアラーに声かけてたんだもんね。いや、そう考えるとロザリアって本当平和な国だったんだなって思いますね。なんかクライブもさ、そこに生きてたからさ、住んでたからさ、やっぱ外のベアラーたちがどう扱われてるかはね、わかんないよね。こんなひどい扱いだったなんて。どうかしたの？人を探していて、この辺りでお年寄りのベアラーを見かけませんでしたか？いつも井戸のそばにいるクライブめっちゃ強そうだな。強いんですけど。あのおじいさんに用事って、もしかしてお嬢さんたちも昔はロザリス城に？まあ、知らないのかな。同郷だなんて嬉しい。私も小さい頃は私たちのこと知らないのかな。ロザリスの城下町に住んでいたのよ。民を慈しんでくださった太閤様の御代が恋しいわ。ザンブレクの属領になってから
生活は苦しくなる一方でしょ。黒の一帯のせいで作物の実りも悪くなっているのに税は変わらないなんて。ごめんなさい、みんな昔を知る苦しい生人がいると活をつい。強いられておるんですじいさんならね。きっと村の中にいるわよ。ここでずっと何かを待っているみたいだから。ありがとうございます。ちょっと誰おじいさん。会ったことある人なんじゃない？もしかしてこんなになんか。待って。何パトリックならどこにいるか知ってるかもしれないわ。彼は長いことおじいさんの面倒を見てきたの。厩舎にいるはずだから声をかけてみて。パトリックさんですね。そうしてみます。ありがとう。厩舎の近くね。厩舎ってどこ？ジル、風車。すまない。風車の近く。君にばかり村人の相手をさせてしまって。そうだね。ベアラ気にしないで。念のためよ。でもこの辺だったら話を聞きましょう。なんかね、クライブがベアラのマークが刻印が入ってるとはいえ普通に話してくれそうだけどね。まあまあ一応小麦の蓄えもいつまで持つかな。ルールに従ってってことですね。まあ、この人たちのルールに従って困った様子のとこ。あなたがパトリックさん？どこへ行ったんだろおじいちゃんいなくなった？もしおじいちゃん？どうかしたんですか？僕が目を離した隙にベアラーが一人いなくなってしまって、いつもの井戸のところにもいないし、村の中じゃないのかな。おじいちゃんどうしちゃった？おじいちゃん。失礼ですが、パトリックさんで。はい、そうですけど。そのベアラーというのは昔ロザリス城の調理場で働いてた方では？ええ、そのおじいさんです。あなたは旅の方のようですが、なぜ僕の名前もおじいさんのことも知ってるんです？こうでさ、こういう話があってね。事情を説明してますね、ジルが。そうですか、村長に。では旅の方、おじいさんを探す手伝いをしてもらえませんか？クエストか？大抵は村の中にいるのですが、ロザリス城からの迎えを待つと言って出歩くことも増えていて、年のせいか判断もつかなくなってて、何かあったらと心配なんです。結構なおじいちゃんってことかな？わかりました。結構なお年ってことですね。パトリックさんは引き続き村の中を。なんか魔物とかに出くわしてたらまずいんじゃないの？おじいちゃん一人で出歩いて。結構ね、すぐ村の外に魔物も結構いましたからね。ちょっと行ってみましょう。ここ来た道だね。来た道をちょっと引き返していく感じですかね。こっちか？この辺りではいないようだな。うん。すごい、風車が、なんかこう、こんな奥行っちゃう？山の中入っちゃう？こっちでいいのかな？まあ、おじいちゃんに近づいてそうな感じはある。おじいちゃん、ここ一人で行ったの？徒歩で？魔物が出そうな雰囲気あるけど、崖みたいなところに出たのか？あんなところに人が。探していたおじいさんかしら。知らないな。魔物が。先に片付けるぞ。じいさんに声をかけるのはそれからだ。オッケー。分かったわ。任せてい。ちょっとなんか先週戦闘結構いい感じだったけど、ちょっとあれまだいる？まだいるね。ちょっと戦闘下手っぴになってるな私。この間違った。このガルーダで戦って
まあまあ、この辺はね、まあまあ弱い敵なので、基本的にはガルーダで、ウィルゲージを削って、強い敵の場合は。で、フェニックスで、もう攻撃かけるっていう感じでいきたいと思ってます。見たことのないベアラーな気がするけど、多分見てわかるでしょうね。ほら。殿下。エルウィン殿下。あ、エルウィン殿下だと思ってる。ようやくいらしてくださったのですね。いや、俺はエルウィン、お父さんだと思ってね。あ、チルの顔とかぶっちゃった私。ずいぶん待たせたようだ。チルの顔が待っておりました私の顔になっちゃってた。殿下がいらしてくださるのをずっとああ、これでやっとロザリス城に帰れます。また殿下のお食事を作る手伝いができます。本当に慕ってたんだね。城に戻ることはできない。お父さんのことなん俺は今殿下のことね。旅の最中なんだ。だから俺の用事が済むまでもう少しだけここで待っていてくれないか。きっと迎えに来る。約束した。待っておりますとも。いつまでもいつまでも。いや、知ってるおじいちゃんかな、ベアラーかなと思ったんですけど、全く知らない方でした。よかったね。でもこれでおじいちゃん、ちょっと生きる、エネルギーが湧いたんじゃないでしょうか。クライブ様。でもクライブ迎えに来るって言ったね。彼の支えはクライブもまた殿下だけ、思い出の中だけでしかもう生きていけないのです。ですが、それは我々も同じかもしれません。生きていくのにこの現実はあまりに辛すぎる。どんどんひどくなっていくんでしょうね、これからね。黒の一帯が迫ってからというもの、作物の実りが悪くなり、村人たちは次第に去っていきました。ハンナ様が家財を売って用立ててくれた恩情にすがらなければ、残された我々は日々を暮らしていくこともできません。ベアラーたちを養いたくとも、これ以上はパン一切れすら与えることができないという状況なのです。かなり深刻だわ。賊領総督府にも陳情してみたのですが、彼らはエルウィン殿下を敬愛する我々を対抗派と呼び、相手にすらしてもらえないありさまで。シドという知人がいる。彼ならベアラーたちを受け入れてくれるはずだ。俺の用事が済んだら話をつけておく。決して悪いようにはしない。感謝いたします。よかったね。頼る人が全くいない中で、よかったね。クライブもシドと出会ってなければ、この点はできなかった。今後のことを相談させてください。わかった。必ず寄ろう。いってらっしゃいませ、クライブ様、ジル様。どうかお気をつけて。結構頼ってるね。もう初めましてだけどクライブのことめっちゃ頼ってるね、この村長ね。でもクライブはさ、今は別にさ、ロザリア公国の別に対抗でもないわけだし、どういう感じなつもりなんだろう。しかもさ、ベアラーのロザリア違うか、ザンブレク公国の刻印も、ベアラーの刻印もされてるわけで、これに関しては村長さん触れなかったね。これからどうなっていくのか。そして今私はなんかちょこちょこミニクエストやっているので、ちょこちょこ大目的を忘れてしまうところだったんですけども、フェニックスゲートに行って過去何が起きたのか、ジルと一緒にその何が起きたのかを見つけに行くっていう、何が起こっ
たのかを確認しに行くという、悲劇が起きた場所、13年前にフェニックスゲートに向かうところであります。皆様、配信スタートして今1時間20分ぐらい経ったんですけども、今日も5時半、6時ぐらいまでやりたいっていうふうに思ってまして、今日の第1回目、一旦終了させていただいて、また5分、いつも通り5分後ぐらいに第2弾やりたいと思っております。お仕事しながら見てくださってる方、お仕事終わってちょっと帰り道で見てくださってる方、お家にお休みされてらっしゃる方、いろんな方いらっしゃるかと思うんですけども、引き続き第2弾もぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。それでは、16時、ちょっと微妙な時間で刻んで申し訳ないんですけど、16時、22分なので、16時27分から再開したいと思います。それでは皆さん5分後によろしくお願いします。よろしくお願いします。フェニックスゲートに一緒に向かいましょう。バイバーイ。